今日は経済学は社会の医学であると、こういったテーマでお話をしたいと思います。私経済学に出会った頃は実は理系志望だったんですね。しかし経済学をよく考えてみたら、社会全体を治療する、そういう学問であるということに気がつきました。病院に行くといろいろカルテで診断を受けたりとかありますけども、それが実際に社会科学、いろんな社会病んでます。ここにちょっと書いてあるように、例えば社会の失業問題ってありますよね。これは人が仕事をなくしてしまう、これは大きな病です。また、ちょっと専門的だけど金利が上がる下がるとかいろんな病気は持ってます。でこういうものをですね治療する方法が例えば公共事業とか規制の緩和とかあるんですが、その後1年間様子を見て観察するということなんです。で私の専門はまちづくりとか地域再生なんですが、ここに書いてあるようにその時に私が発見した3つの要素がとても重要になってくると。1つがセンチメンタル価値というやつで愛着の価値、そしてもう1つがサーベイといって都市をよく研究して調べる。最後はセキュリティですね。これは要するに都市のリスク、震災のリスクとかいろいろ都市はリスクあります。そういったものを徹底的に考えた上で町のを科学的に勉強すると、調べるということです。2番目のサーベイなんていうのはとても大事ですよね。病院に行くとみんないろいろ診察を受けてどこが悪いのか見ると。まずここからスタートさせなきゃいけないんですが、実は私が一番注目しているのはこのセンチメンタル価値といって愛着の価値なんです。これが実は医学部と、本当の医学部と全然違うところで社会科学ならではの面白いことが分かってきました。例えば私の研究やったやつなんですけど、百貨店の愛着の価値というのがあります。皆さんも地元に百貨店とか商店街とかありますよね。そういうところは実はみんなの愛によって結構支えられているっていうのがあるんだけども、実はそういうのがいくらなのか、思い出の価値とか愛着の価値っていくらなのか、これが実は経済学では計算ができるんです。他にも青空の価値とか星空の価値とかいろんな、思い出の風景とか川の価値とか、これ実は経済学がすごく発展していて、こういうのが全部計算できる。その中に愛着の価値っていうのも計算できます。私はこれをセンチメンタル価値と呼んでるんですが、実はこれ和歌山のある老舗の百貨店が倒産しそうになった時、みんなで愛着を計算してそれをベースに寄付金を集めて助けようじゃないかっていう、そういう運動があったんですね。で私もそれを、協力をさせていただいて、このセンチメンタル価値、愛着の価値を計算しました。計算結果2億円って出てます。この2億円っていう計算方法も全部経済学を勉強すると全てそのからくり、いろんなことが分かってくるということで、非常に奥が深い学問です。私はこんな経済学皆さんにぜひ勉強してほしいと思います。